皆さんこんにちは。ナインユニバースのサラです。はい、今回はですね、現在公開中のバイオレット・エヴァーガーデン外伝の映画 OVA ですね、そちらを見てまいりましたので、そのおすすめポイントをですね、いくつか皆さんにご紹介したいと思います。さあ、まずバイオレット・エヴァーガーデンという作品、皆さんご存知ですよね。制作は京都アニメーションさんです。原作は小説があるんですけれども、もう京アニさんから出ている本になります。で、2018年に放送されて、もう神作画、超泣きアニメとして名を馳せましたよね。2020年の完全新作劇場版の公開の前にですね、 OVA としてこの90分の作品が3週間限定で公開されています。で、この外伝なんですけれども、外伝は小説版でも出ている作品ですね。さあ、そしてアニメ版、どういった物語かと言いますと、戦争が起こっている中、孤児だったバイオレットはですね、軍に兵器として育てられることになります。で、戦争が終わってで引き取られるんですけれど、とあるお家に引き取られるんですけれども、そのバイオレットはですね、郵便屋さんで代筆の仕事を始めます。で、この世界でいう自動手記人形ドールというね仕事に就きます。もうね、かなり勉強して数少ない人がなる職業なんですけれども、もう誇り高い職業ですね。で、このバイオレットはですね、今までも本当にもう戦うためだけに生きてきたので、もう文字だったりとか、もう言葉とか、もう感情すらもですね、もう知らない状態なんですよ。で、そこでドールになるために頑張って、ドールになって、ドールとして働いていくんですけど、そこで、軍にいた時にですね、ただ一人もう自分のことをもう物だったり兵器とかではなく、もう人として大切にしてくれたね、とある人物がいるんですよ。その人がですね、最後に言った言葉、それがどうしても理解できなくて、その言葉の意味を探すために、そのドールになって働いていくっていう物語になります。もうね、私は1話からもう本当にもうボロボロ泣いた作品です。もう1話からこんなに泣いたの初めてかもしれないですね。前置きはこれくらいにしまして、ここからはね、公開中の外伝についてお話ししていきたいと思います。まずですね、物語の主軸が一つありまして、でそれが大まかに A パート B パート、普通のこのテレビ放送のアニメのように A パート B パートに分かれているような状態です。でさらに、細分化するとこの2つのうちもこの2つに分かれている、こんな感じですねになっているような形で、細分化すると4部構成になっております。で、どの人にスポットを当てるかによってもう場面が変わっていくような感じになるんですけど、もうね、そのね流れがすごく自然でした。で、まず1つ目のパートなんですけど、もうなんか見ていてすごいちょっとなんかドキドキしちゃったんですよね。もうご覧になられた方はもうわかると思うんですけど、なんかすごいドキドキするんですよで、もうバイオレットがですね、もう騎士様でめちゃめちゃかっこいいんですよ。もうこれはね、女の子、女子はみんな惚れますね、バイオレットに。で、バイオレットが騎士様というね方多いと思うのでね、ぜひねこちらはねもう劇場で確認していただきたいと思います。はい、そしてこの1つ目のブロックでですね、1つ目のポイントがあります。はい、皆さんに注目していただきたいポイント、まず1つ目、バイオレットがですね、髪の毛をね遊ばれるシーンがあるんですよ。そのバイオレットでいつも同じ髪型をしてるじゃないですか。で、もう一人その登場人物の女の子がいるんですけど、その子にですね髪の毛を遊ばれちゃうシーンがありまして、そこでバイオレットちゃん、なんとツインテールになります。そして羊の角みたいなこうね、くるくるってこう三つ編みがここに2つついてるような髪型にもなるんですよ。もう髪型がね、もうすごいいろいろな髪型をしているバイオレットちゃんが見れるんですよ。もうこれはもう必見ですね。
公式も初見で楽しめる作品だとね公表している通りに、テレビシリーズを見ていない人でもね楽しめるなと思いました。そしてがっつり泣けます。でテレビシリーズを見ている人はやっぱりより楽しめる要素があるんですよ。ポイント2つ目、バイオレットちゃんがですね過去の仕事について話すシーンがあるんですよ。あの時あんなことをやったんだよ、こんなことをしたんだよっていうのをですね、その女の子に話すところがあって、もうそのバイオレットちゃんの話を聞いて、ああそういうことあったなーってすごい思い出すんですよ。そして思い出してもさらに泣けるんです。でB パートに当たる部分はですね、めちゃめちゃ明るくてですね、もうこのB パートに登場してくる女の子の声優さんがですね、結城葵さんになるんですけども、結城葵さんのお芝居も本当に素晴らしかったです。泣きの山場っていうのはもう結構何回かあるんですけど、もう最後の畳みかけがもう半端ないです。私はもう抑えきれなくてですね、もう大号泣しておりました。はい。この後半の B パートで注目していただきたいのがですね、もうベネディクトなんですよ。もうベネディクトのキャラデザを考えた人はもうほんと天才すぎますよね。もう美しいベネディクト、ちょっとね時間が経過するので髪型がね普通になっちゃってちょっと残念なところはあるんですけど、ベネディクトがですね今回お兄ちゃん師匠になります。お兄ちゃん師匠本当に最高内山さんのねお芝居も本当にさすがでした。はい、全編を通しておすすめのポイントになるのがやっぱりキャラクターの目だったり表情だったりするんですよ。でね、そのキャラクターの心が動いている瞬間の表情と目っていうのがですね、もう本当にこう見ていてもうこちらも心が動かされるようなものがあります。で本編が終わりまして、曲が流れます。流れる曲はエイミーです。でテレビシリーズでもエンディングを担当されていた千原みのりさんの曲になります。で見た方はわかると思うんですけど、曲名エイミーなんですよ。エイミーっていう感じでもうね、私もこの名前を呼びたい。そして歌詞もですね、もう全てがもうこのバイオレットガイデンのために作られた曲なんだなと感じました。でね、本編を見た後にですね、その千原みのりさんの PV を見るとですね、もう新たな発見があるのでね、ぜひ皆さん見てみてください。そして今回ですね、このガイデンの構成を務められたのが吉田玲子さんという方です。このバイオレットのテレビシリーズでもですね、めちゃくちゃ泣ける回、重要な回はですね吉田玲子さんが担当されてました。例えば重要な1話だったりとか、その親子の回とかね、病気がちのお母さんが手紙を書いて、でそのお子さんですね、ちっちゃい子あんちゃんがですね、もうお母さん構ってくれないーってなっている超泣ける回、吉田玲子さんが担当されてます。でそのねやっぱり吉田玲子さんが担当されているということで、もうストーリーに関してはもうクオリティ全く心配ございません。むしろですね、テレビシリーズは1話完結のような形だったので、今回の外伝90分になるんですね。1時間半です。なのでもう本当にもう最高に完璧に仕上がってます。私はですねエアークラナドで京アニさんを知りまして、以降フルメタだったりとか軽音だったりとかも自分がもう本当にお気に入りとしているアニメを輩出してくれたアニメ会社さんになるんですが、やっぱりその私の中で泣きアニメっていうのはクラナドだったんですけど、そのねクラナドをおすすめしてもちょっとねやっぱり話数が多くて難しいなだったりとか、あとは新作を見たいなっていう方、そしてまた京アニ作品を見たことがないなっていう方に心からおすすめしたい作品となっておりますね。泣かせに来てるんですけど、もうそれはわかるんですよ。でももうボロボロ泣けます。もうね泣くつもりなくても本当に泣けると思います。そうグッズなんですけど、グッズはこちらをご覧ください。はい、ということで今回も惨敗です。いやーもう本当に悔しいです。もうやは
はり完売、入手困難となっております。このバイオレットエヴァーガーデンの外伝永遠と自動手記人形、こちらは3週間限定の公開となっております。9月26日までの公開となっております。ぜひね、そのバイオレット見たことがない方、京アニ作品を見てみたいという方、最近泣いてないという方ね、本当におすすめの作品となっております。もう本当に私も心からもう最高の作品だと皆さんにお伝えできます。ね、皆さんぜひ劇場に足を運んでみてください。そして、ナインユニバースの、バイオレットエヴァーガーデンの再生リストもございますので、よろしければぜひそちらの方もご覧ください。最後までご覧いただきましてありがとうございました。バイバイ。